本日ご紹介するのはこちら、ホビージャパンさんのランサーエボリューション3になりますね。パッケージはこんな感じになっております。ランサーのシリーズは実はそうですね、トミーテックさんが3を出してくれるのを待ってたんですけれども、まあ出ないですね。シリーズ化でずっと出てるんで、黒のエボ3いつ出るかなと思ってたら、まあ実はホビージャパンさんいいモデルを出しておられるということで、ホビージャパンさんのモデルを購入いたしました。というわけで今回はこの1台エボ3の方を紹介したいと思いますね。やっぱりいいですよね。この時代を感じさせはするんですけれども、ですがやはりかっこいい。某有名漫画イニシャルってやつですね。あれに出てくる須藤恭一にそっくりですね、乗ってるマシンに。そういうところもポイントですよね。やっぱりどうしても揃えたくなっちゃいます。前に86豆腐屋の86にそっくりなモデルもご紹介しましたが、そちらの動画なんかも見ていただけると嬉しいですけれど、ちょっとモデル単体にしてみたいと思いますね。やっぱイニリーのシリーズっていうのはいいですよね。やっぱ外せないですよね、車好きとしては。こういう感じになってますね。モデル単体になりました。ちなみにこのロゴかっこいいですね。外付けのプレートとかじゃなくて印刷の文字が入ってる。これかっこいいと思います。結構この作り方、ホビージャパンさんの結構いいですよね。オリジナルの感じがあって。それではモデル単体になりましたので、各部レビューをしていきたいと思います。ちょっとアップにしてエボ3、そうですね、デザインとしてはまだこの頃は比較的おとなしいフロントフェイスをしていますね。4、5、6とどんどん過激なエアロンになっていくので、そういう意味ではこのモデルまだおとなしい方だとは思います。そして肝心の表情なんですけれども、非常によくできていますね。このように細かい文字なんかも指先に比べてもこんなに小さいんですけれどもしっかり入っていますし、クリアのヘッドライト、それからサイドのウインカーですね、この辺りもいい感じですし、ボンネットのダクト、ここら辺も表現されています。そして一体で表現されているワイパー、サイド部分に回ってみると、このフェンダーのところにあるウインカー、これは塗装ですね。それからブレーキ周りとかホイール、これオズのホイールだと思うんですけれども、5本スポークの履いてますね。なんと回ります。ちょっと渋いですけど、一応回るギミックは搭載してるみたいですね。タイヤが回っちゃいますね。それからですね、実はこの個体は残念なことにフェンダーに傷が入ってますね。だいぶ磨いたんですけれども消えなかったです。こういう不良の個体に当たると残念な気持ちにはなりますけれども、これもレビューのうちということでこのままご紹介したいと思いますね。こういうのがあると、実際、ホビージャパンさんのモデル買うと、こういうのもありますよということをお知らせできればいいかなと思います。当たり外れがやはりあるということですね。そしてサイドビュー、結構このエボ3のサイドビューは何て言うんでしょう、今にしてみるとそんなに鋭い作りというか鮮やかじゃないんですけれども、それでもかっこいいですよね。やっぱりなんとなく雰囲気があるんで私は好きなんですよ。どことなくこの辺は好みでしょうかね。
このボディカラーの黒とホワイトも合ってると思います。それからですね、このままサイド部分を見ていきますけれども、そうですね、ドア周りの作りなんかはドアハンドル少し甘いかなという感じはしますが、気になるほどでもないですね。ドアの彫り込みなんかは比較的深いので、この辺りはいいんじゃないかなと思いますね。そしてリア周りに行ってみましょう。リア周りはこれまた非常に実写のイメージをよく掴んでいるというか、取り付け用のこのリアのそうですね、テールライト部分に穴が開いてないのがすごく印象が良いですね。こう取り付け用の穴のような模様が出ている場合があるんですけれども、このモデルにはないので、この辺り非常にいいんじゃないかなと思います。それからマフラーなんかも作り非常にいいですね。このように中の黒い穴の表現まで入っていますし、それからシルバーでこのように作られているので見た目はいいです。こう拡大してみてもテールライト部分破綻しているところがないので素晴らしいですね。それから特徴的なこのリアウィング、やはりこれこそエボ3といった感じですけれども、これもかっこいいですね。よくできてますね。このまま裏面に行きましょう。裏面の作りはこういった感じ。ちょっと調整しますね。シンプルはシンプルですね。ロゴなんかは入ってないです。そしてメカの表現はなかなかしっかり入っていますね。この辺り作りいいと思います。このロゴ系はシンプルで、こう機械的な作り込みはしっかりという感じでしょうか。もちろん4駆ですので、その辺りのパワートレーンなんかもちゃんと再現されていますね。かっこいいです。そして内装はですね、プラの成型色、黒一色となっているようですね。こうやって見てみると、このレバー関係ですよね、ステアリングの付け根のこういった部分がはっきり見えますけれども、この辺り綺麗な作りだなって感じますね。シフトノブなんかも見えます。ルームミラーはついているようですね。この辺りも素晴らしいですね。そういえばサイドミラーに関してはちゃんとついているし、鏡の表現も入っています。ここは高得点だと思いますね。それからタイヤのパターンなんかもこのようにしっかり入っていますね。タイヤがある程度回るように作ってある。それからブレーキ周りの表現がある。それからサイドミラーの中の鏡の表現がある。それからルームミラー、そしてこうステアリング周りのスイッチ、この辺りもあるというわけで、これ64分の1のダイキャストカーとしては非常によくできていると思いますね。抑えるべきポイントは全て抑えてあるといった1台だと思います。最後に塗装面ですね。塗装面に関してはこれはメタリックっぽい感じがちょっとするんですけれども、基本的には黒だと思ってもらえればいいと思います。すごく細かい、そうですね、メタリックが入ってるっぽいんですけれども、そのおかげもあってか非常に表面の光沢美しいですね。この照明の映り込み見てもらったらわかるんですけれども、ルーフなんかは歪みなく綺麗です。なのでこの光沢表現、この辺りもこのモデルは綺麗に作られていると思います。総合的に見ても車種的に見てもエボ3っていうのは展開が少ないので、この1台は買って後悔はないいい1台だったと思いますね。唯一残念なのはやはり不具合があった点でしょうか。フェンダーですね。左側のフェンダーにちょっと傷があるっていうのが一番悲しかったポイントではあります。そこを除けばこのモデル本当に悪いところのない
いいモデルだと思いますので、皆さん見かけたらぜひこのモデル検討してもらえると嬉しいですね。以上で今回のモデルホビージャパンさんのランサーエボリューション3ご紹介を終わりたいと思います。各部ディティールなど参考にしていただき、購入を検討していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。いいですよ。